皆さん本日はナイキ原宿にお越しいただきありがとうございます。本日 MC を務めさせていただきます杉谷です。よろしくお願いします。さあもう間もなく2月ですよ。もうそろそろキャンプイン野球シーズン到来です。本日はですね、世界一の投手ナイキ原宿にあの選手が帰ってきてくれました。今日のテーマはウィナーズマインド。勝利はただの結果ではありません。日々の小さな選択の積み重ねです。世界一のマインドセットに触れ、明日からの挑戦の活力にしましょう。それではご登場していただきましょう。山本由伸選手です。それでは皆さん改めまして本日のスペシャルゲストロサンゼルスドジャースの山本由伸選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずはお帰りなさいですね。はい、ありがとうございます。帰ってきてどうですか日本は今。まあだいぶ落ち着いて生活できてますし、はい、もうキャンプインが近いんで、練習漬けの日々を過ごしてます。それではまず山本選手、はい、お座りください。失礼します。いやどうですか山本選手、この人の数。いやもうすごいですね。みんな立ち見でありがとうございます。今日はたくさん応募もいただいたみたいで、すごく嬉しく思います。いやもう改めて山本選手2025年のシーズンこの振り返ってみて誰よりも長く野球やりましたね。そうですね。もう最後まで、最後の試合まで、最後の瞬間をマウンド立てたのも初めてだったんで、特別なシーズンでした。いかがでしたか。もうこのシーズン始まったこの序盤とこの終盤でのこの自分のこの成長曲線ではないですけども、そんなシーズンこんなシーズン長くやると思ってました。いやー、この濃さになると思いませんでしたね。2年目とはいえ春先はまだわからないこともあったんで、そこからこうどんどん自分のプレーできるようになって、もう10月は最高の1ヶ月になったので、本当にいいシーズンでした。このシーズン中にこの投げていて何かこう変えたこととか、投球の内容とかいろいろとこう自分でこうチャレンジしてきたこととかありますか。何か細かいところで言うとやっぱ試合のプラン、ゲームプランというか配球の面とかのとこは変えたりしたんですけど、本当にこう自分のプレーができるようになったっていうそんな感じでしたね。いや今日はですね、山本選手この目の前にいる学生の子たちがですね、こう山本選手のこの応募で集まったメンバーが選ばれしメンバーが集まってますのでね。そうだよね。みんな応募して集まったんだよね。違う。これもしかして失礼いたしました。いや今日はですねこの山本選手をねとことんこう深掘っていきたいなと思うんですけども、この中学生時代から現在に至るまでいろんなお話を伺いたいんですよね。そもそも山本選手この中学生時代いろんなこう選択をこう積み重ねてきたと思うんですけども、体があまり大きくなかったと聞いてるんですけど、どういって勝負してきました。いやでもやっぱり中学生の時とか硬式野球始めたんですけど、やっぱ力が必要というか、やっぱ大きい同級生にどんどんこう抜かれていったり、そういった時期もありましたけど、それから自分もどんどんこう、大きくなってというか、パワーがついてきて、でこう順調にこう成長していけましたけど、最初はちっちゃかったしガリガリだったんでかなり苦労しました。最初始めた時はピッチャーだったんですか。中学生の時。いや、中学生入った時はもともとセカンドしてて。セカンド。であるタイミングで、ピッチャーをなんていうんですかね、足りないじゃないですけど、小学校の時ピッチャーしたことある経験したことある同級生が、何人か投げたりして、そこからなんかこうストライク投げれるからっていう理由でどんどん続けていって、で高校の途中からピッチャーだけになったんですけど、最初はセカンドしてました。どうだったんですか。バッティング的なものは自信はあったんですか。いやパワーもないですし、めちゃくちゃ好きは好きだったんですけど、小学校ぐらいをピークにどんどん下っていきましたね。じゃあもう将来的にはもしかしたら
バッターとしてプロになるのは厳しいんじゃないかなっていう感覚。まあ小学生までは夢見てましたけど。じゃあもうそこからピッチャーやり始めて。そうですね、もう、はい。中学の時もそんな上手な方じゃなかったんで、はいはいはい。まあ高校でピッチャーして、ボールがどんどん速くなって、で、プロを目指せたんですけど、はい、そういった感じでした。いや、でもこの周りの先ほどの大きな選手たちという話もありましたけども、まあ、どのようにしてこの大きな選手たちに勝つために、この自分の成長、選択をしていったんですか？まあ、正直やっぱ、背はやっぱ個人差ありますし、まあもちろん高くて有利なことも多いと思いますけど、とはいえ別に小さくても、まあ問題はないと思います。けど、やっぱこう小さくて、やっぱガリガリで、一流で活躍してる人はやっぱいないと思うんで、はいはいはい、まあ背とかこう体のサイズを言い訳にするっていう必要はないと思いますけど、はい、やっぱりこうご飯食べるとか、学生時代で言うと、まあしっかり体を動かすとか、でこうやっぱそういうのでどんどんパワーついてくると思うんで、まあ体のサイズはやっぱ関係ないと思いますけど、まあそういった、なんていうんだろうな、まあパワーというか、そういう、まあそういうガリガリでは活躍できないってどちらでもあると思いますね。はい。いやでも山本選手、そこからまあ中学生、高校生と、バファローズにドラフトされて、まあ、プロでの、ね、まあ、数々のタイトル取ってきたと思うんですけど、まあ、いいことばかりじゃないじゃないですか。やっぱ壁にぶち当たるとこが、とか、やっぱ落ち込むときとか、そうですね。そういったとき、この気持ちの切り替えだったり、このマインドセット、どうしていたんですか？やっぱり、まあ、現役生活してても、はい、まあ、学生時代もそうですけど、やっぱ嬉しい瞬間って結構一瞬じゃないですか。全体で見ると、はい、まあそこがやっぱ注目されがちだけど、練習してる時はもちろん辛いし、まあその中でも失敗があるし、なのでまあみんな、やっぱ一流の選手もみんな辛い時期があると思います。はい。だから嬉しい瞬間は一瞬。でまあ失敗の方がやっぱ多いと思いますし、だからこう、もっと先に大きい目標があれば、まあその失敗、した時もやっぱこう反省にはなるけど、そこでくじけることはないと思いますし、まあやっぱみんな失敗ばっかりだと、はい、思うんで、まあ、強くこう目標を持ってやることだと思います。その山本選手のその失敗っていうのがかなりレベルの高い失敗になると思うんですけど、うわこれ俺やっちまったなっていうバファローズ時代含めて何かありますか？もう本当にしょうもない話でも。いやーでも、はい、そうですね。まあでもやっぱ僕も春先やっぱずっと調子悪いんで、調子悪いっていうかまあなんて言うんだろう、まあ、うまくできず。いや、そんなことなかったよ。春先とかも夏とかも何回か対戦させていただきましたけど、もうね、投げる球がもうすべて打てない。いやいやいや、まあ、全く当たらなかったね。そうですね。まあ、何度か対戦は記憶にありますけど。打たれた記憶はないよね。そうですかね。まあ、いやもうやめてよ、そんなもん。山本選手と戦えただけでもありがたいよ、本当に。はい。カットボールとか投げてたけど、はいはいはい。あのカットボール打ち始めた時に俺手当たったと思ったもんね。本当ですか？あまりにも強すぎて。未だにその記憶はずっとある。本当ですか？はい。まあでも、まあそんな中で、はい。まあ山本選手といえば、まあ、プロ時代、よくやり投げのトレーニングだったり、はいはいはい、ちょっとこう、なんかこう、現代のその、体、ウェイトをガンガンするようなトレーニングというよりかは、なんか全体を使ったようなトレーニングのイメージあるんですけど、これ始めたきっかけとかありますか？まあ、プレーする中で、はい、まあ、肩肘にちょっと、悩みがあったんで、まあ、一軍で投げたら、ちょっと、まあ、張りが強いというか、まあ、痛みに近いような張りが出たり、まあ、そういうのをずっと、まあ、高校生の時から気になってましたし、はいはいはい、で、まあ、いろんな病院の先生に会ったり、まあ、いろんな先生に会いに行ったんですね。でも、まあ、なんかこう似たような答えが多い中で、まあ、その今矢田先生という方に教わってるんですけど、はいはいはい、と話した時にこの人だなっていうのがすごいピンときて、まあ、それもまあ感覚的じゃなくこういろんな説明してもらって、自分の、まあ、今までと照らし合わせて、まあ、すごい納得できたんで、まあ、やってることはその時からしたらとてもまあ変わってるというか、まあ、一般的ではなかったですけど、はい、まあ、一つこうちゃんとした確信が持てたんで、まあ、それでこう思い切り踏み込むことができたというか、そんな感じでした。いや、でもね、まあ、プロの世界入って、このトレーニングということに関して、やっぱちょっとこう、誰もやってない道を進むじゃないですか。そうですね。正直この不安な気持ちとか迷いとかあったんですか？まあ、迷いはないですけど、はい、やっぱこうやっていく中で、まあ、ずっとこう否定されてきたというか、まあ、やっぱ前例があまり大きいのなかったんで。ないですね、はい。まあ、こう、あまりこう、なんていうんだろうな、まあ、とにかく否定され続けてきた、まあ、そんな感覚だったんで、まあ、迷いはなかったですけど、すごいストレスはありましたね。はい。それでもさ、
それをなぜさ、信じて続けられたの？やっぱりその、目に見える結果が出始めてきたから？やっぱりこう、やっていく中で、はい。まあこう、ちょっと前、何年か前に思い描いてたものが、ちょっとずつ見えてくるのがありましたし、はいはい、感覚的にね。そうですね、はい。これいいぞっていうのが自分の中で手応えあったので、はい。まあこう、もちろん否定してくる、まあ、こともたくさんありましたけど、まあその人たちはすごい感覚的な否定だったんで、まあとにかくこう、自分の方がこう、その情報について調べてると思えたし、なるほど。確信があったんで、はい、迷わず、自分を、まあ、信じることができたかなと思いますね。まあそうだから自分を信じること、まあ継続したことによって、しっかりとこう結果も残ってきて、で、この道で進もうという気持ちになったってことですよね。そうですね。はい。まあでもそこから、バファローズで成績を残して、メジャーの舞台へと挑戦するわけですけども、まあメジャーのね、まあ名門ドジャース、実際こう、入ってみていかがでした？いや、やっぱ素晴らしいチームだなと思いましたね。はいはいはい、やっぱ勝つために、なんていうんだろうな、まあ、選手がこう勝つために必要なこと、まあチームでやってたら、よくあるじゃないですか、選手間でも。これした方がいいんじゃないっていう、まあそれから、まあそれがこう勝つためのことだったら、本当に何でもしますし、やっぱそれって、まあなんかこう当たり前のように感じて、意外とやっぱ大きい組織なんで、難しいじゃないですか。やっぱそこの凄さをすごい感じましたね。はい。ドジャース選手一人一人がもう勝つためだけに、自分を犠牲にするような。そうですね。やっぱり、そういった考え方の選手が多いですし、とはいえやっぱ毎日やってるのはすごい基礎的なことを毎日コツコツ続けてたり、まあ本当にこう、まあ一流の選手たちっていうのがこういうのなんだなっていうのは、一緒に過ごすとやっぱ余計に感じましたね。いやでもその中でも2025年このワールドシリーズですよね。この山本選手、ワールドシリーズの大活躍。もう実際このポストシーズンとそのレギュラーシーズンの違いってどんなところにあるんですか？まあレギュラーシーズンも、もちろんめちゃくちゃガチなんですよ、みんな。びっくりするぐらい、対戦しててもやっぱすごいエネルギーでこう、なんていうんですかね、向かってくるというか、あんなめちゃくちゃでかい選手たちが全力疾走して、思いっきり最後まで、なんていうんですかね、プレーしますし、だけどやっぱポストシーズンになったらまたさらに、なんかこう熱量が増すというか、もう本当にこう、本気と本気のぶつかり合いじゃないですけど、また違うものが見えましたね。はい。もう痺れる展開多かったと思いますけども、まずこのポストシーズン負けられない戦い、この勝つためだけのそのメンタル、この山本由伸投手のこの作り方、どういった作り方しました？いや、僕も、まあ、いろんな場面では投げてますけど、まあ、自己分析としては決してこうメンタル強い方ではないと思います。いや。けど、メンタル強いでしょ。いや、僕も毎試合緊張してますし、すごいこう、まあ、繊細なとこもあるので。本当に？本当です。だから、まあ別に自分も強い人間だなとも思わないし、まあいろんな、こう、緊張に潰されそうになりながらやってますよ。いや、でも、まあ初めて僕見ましたけど、中0日。あの時はもうどんな気持ちでした？いやーもう高校野球ぶりだったんで。そっか、高校野球がそっか、連投は。高校野球だったら、まあ自分がこうエースだとしたら、まあ連投、なんていうんですかね、するのが正しいじゃないですけど、まあ2番手の人に任せるよりはエースがまた投げるっていうのは、まあ、なんていうんですかね、わかるんですけど、まあ言ってもワールドシリーズの7戦目で、周りもメジャーリーガーの方だったんで、まあそこでいけるよっていうのが、まあ正しいことなのかっていう、その2日目の自分の状態がどこまでのものかも分からなかったんで、まあまあ迷いじゃないですけど、まあこれが本当にいいことなのかっていうのが、まあ最後まで分からず、ちょっと、そこがすごい、まあ考えてましたね。まあでもまあ、あいた形でワールドシリーズ第3戦かな、延長18回。あの時もブルペンまで行かれたじゃないですか。もうあの時はもう自らやっぱりこう自分だっていう思いは、あったんですが、まあ、いつ終わるかわからないっていう中で、そうですね。もうあれも本当に、まあ、迷ったというか、まあ、さっきの話で一緒ですけど、しかも3戦目だったんで。まだ続くわけじゃないですか。で、自分も6戦目に先発予定があるし、とはいえもうまあ、3回、4回過ぎて、ピッチャーもどんどんいなくなってきてて、まあ、あの場面の自分の正しいすべきことが、まあ、何かっていうのは分からなかったんで。選択がね。だからまあ、ここでいけるっていうのが、チームにとってこう、喜ばれてるの、まあ話すのも僕通訳を挟むんで、まあそれで監督がどう思ってるかっていうのも、まあ日本語でこう接してたら、直接、まあ顔色見たり、この言葉のなんか選び方とかで、まあなんかわかりますけど、やっぱ通訳挟んだりして、あの場面で、
まあ自分が言ってることが相手どう思ってるかも、あんまりこう感じ取れないというか、はいはいはい、だからまあその辺が、まあいいことしてんのか、ただなんか、わがままなやつになってんのか、はい。そこがなんかありましたね。はい。いやでもさ、まあ6戦目先発するっていう中で、まあ延長13回ぐらいから入ってきたら、あれもしかしたらこのまま行くんじゃないかなみたいなのはちょっとあった、やっぱり。どこですか？延長13回、14回ぐらいに、はいはいはい。あれこのまま行ったら、もしかしたら投げないといけないのかなって。まあ正直ピッチャーってさ、はいはいはい、まあ登板日以外はやっぱりこう気持ちの作り方ってちょっと違うじゃないですか。そうですね。その時に徐々にこのもしかしたら後半投げるかもしれないっていう気持ちの作り方してたんですか？まああの日も、はい、もちろん投げる予定なかったんで、なかったですね。はい、試合始まった時コーヒー飲んでましたし、コーヒーゆっくりちょっとリラックスして過ごしてた。めっちゃゆっくりしてましたし、はい、なんかあの日たまたまお寿司屋さんが来てくれる日だったんですよ。おー、はいはいはい。だから3回ぐらいで、ちょっと軽食がてら僕寿司とか食ってたんですよ。本当に投げるわけなかったんで。そうだよ、6戦目先発だから徐々にね、合わせながら。はいはい、そっから、もう気づいたら17、18回ブルペンいたんで、はい、その日振り返ったらなんかちょっと面白かったですね、一人で。そうだよね。だって、グラウンド来た時には、今日は投げないだろうって来て、コーヒー飲んでお寿司食べて。もう練習も試合前に済ませるんで、はい、まあ、あとはもうチームメイトの応援、試合を応援するだけだったんで、残りの、まあ自分の日程が。はいはいはい。で、まあ別にそのコーヒーとかも飲んじゃいけないというルールもちろんないですし。ないね。はい。まあリラックスじゃないですけど、気持ちは一つですけど、はい。まあそういった感じで最初過ごしてて。で、試合が進んだらもうどんどんピッチャーいなくなってきたんで。はいはいはい。で、周り見ても、僕か、まあスネルかだったんで。で、スネルはもう翌日、先発だし。まあこれ多分自分だよなっていう。なるほどね。そこで自分でこう、心がマインドセットしたんですね。そうですね。なんかまあ、その辺から、すごい早かったですね。その時間過ぎるのが、はい、緊張して。だって、ベンチにいたじゃないですか。はい、もうあの時に、これ、僕もね、当日見に行っていまして、はい、で、まあ、延長13回ぐらいになり始めて、ピッチャー次込んだらこれどうすんだろうなと思ってて、はいはいはい。で、初めて延長18回まで行ったの見たんで、そうですね。嘘だろって。はい。もしかして、吉信投げんじゃねみたいな。なってました。はい、なってたんで、もう本当にね、ブルペン行った時はちょっと震え上がりましたね。いやもう僕も震えましたよ。はい。まあその中でこの集中力とこの不安とかいろんなこうね、マウンドで、吉信選手経験すると思うんですけども、このマウンド上での、自分のそのルーティン、何かこれをやればっていうの何かあったりしますか？緊張した時とかですか？緊張した時とか不安になった時とか。まあでもやっぱ緊張はやっぱ何種類かあると思うんですけど、こうもう本当にただただ不安、自信がない緊張と、はいはいはい、まあこうプレッシャー的な、こうその後アドレナリンとか出てくるような、まあそういった緊張があると思うんですけど、まあやっぱこの日々、はい、練習して自分に力ついてる状態だったら、まあ最初どんだけ緊張しても、はい、試合が始まってマウンド立てば自信持ってこう立てると思いますけど、やっぱそこでもし毎日練習してなくて、力がない状態で、はい、そこに立ったら、もう緊張してもこう、打つ手がないというか、まあ悪い緊張になっちゃうと思うんで、やっぱこう、いつも局面で緊張するたびにやっぱこう、毎日ちゃんと、本当しとかないとなっていうのは思いますし。なるほどね。まあやっぱいろんななんかこう、よくあるじゃないですか、手のひらになんか書くとか。はいはいはい。そんなんではもうなんともなんないじゃないですか。なんともならない。はい。だから、やっぱもう本当に、その局面に立って毎回思うのは本当にもう毎日丁寧な、はい、こう生活と練習と、いや本当にしとかないとなっていうのを思いますね。もう日々のこの積み重ねからしっかりとこのマウンドで緊張している状態じゃないとなかなかいい成績が残せないと、そういった印象を受けましたけども、今回ですね山本投手このナイキのこのマインドゲームというシューズ、はい、先ほどね技術トレーニングを身につけるものでこのマインドセット大事ということで、はいはいはい、今回このマインドゲームのシューズなんですけど、まさにその発想から生まれたこの一足なんですよね。はいはいはい。足元から感覚を研ぎ澄まして、心と体をつなぐという新しいアプローチで、まあ試合前、試合前後の準備にもこう最適化しているということで、ね、これいかがですか、この靴。いや、これ届いた時もびっくりしたんですけど、足の裏もこんな感じで。裏がね、はい、こうなんかちょっと、すいませんね、ちょっと恥ずかしい格好しちゃうかもしれないですけど、こうなってるんですよ。恥ずかしいです。こうやって。見えますか、皆さん。これね、新感覚でね、僕も今日初めて履かせていただきましたけども、何かこう、ギュッと踏み込んだ時に、こう、脳まで突き抜けるような、集中力が研ぎ澄まされるような。そうですね、感覚がこれ歩いてると、こう、ポコポコ、ポコポコ、
なって、まあなんか単純に気持ちいいというか、はいはいはい、その届いた日から、まあ昨日も飛行機で来たんですけど、はい、練習終わってこれ履いてきましたし。あ、じゃあもう普段の、はい、移動用の時とこれも、この靴を履かれて。そうですね、これ届いてから結構毎日、はい、普通に履いてますね。めっちゃ気持ちいいです。いやでも皆さんこの靴ね、ちょっとね、まあ、移動の時もそうですし、運動する時とかでもいいのかな、なんかこう走ったりするのに感覚が歩くのにもすごい良さそうですし、とにかくなんていうんだろうな、楽、スリッパみたいないい表現かわかんないですけど、めっちゃ楽で、はい、今一番ハマってます。はい、まあこちらマインドシリーズの商品は多くの方にも好評もいただいてまして、まあ気になった方はぜひお手元に取ってください。あれなんか僕今宣伝してます？大丈夫ですか？皆さん、今日山本選手のトークショッププライスコーンナイキですから。ね、皆さんよろしくお願いしますね。まあ、ということで、まあ、いろんなお話をね、聞かせていただきました。この山本選手がいかにこの選択を重ねてきて、今この場にいるのかっていうのを、お話を伺わせていただきましたけども、今回はですね、せっかくね、この目の前に参加されている学生さん、ね、みんな、応募で来たんだもんね、みんなね。首は横に振らない。ね。そういうことでね、せっかくなんでね、山本選手に質問したいとね、皆さん、はい、話してくださったので、この子たちもチャンピオンなんですよね。チャンピオンなんですよ。ですよね。みんな野球やってるんだもんね。すごいよね、今目の前に山本選手いてどうですか？どう？緊張してる？やっぱり。テレビに見た山本選手を最後ワールドシリーズ最後の試合ね、ワンアウト一三塁、アレハンドロ・カークに投げた、その打球を取ろうとしたけど一回やめた、山本選手を。ねはい、取ろうとしたもんね、一回ね。一瞬いけるかと思いましたけどね、すごいスピードでいってましたね。やめたってなって。はい、届かなかったです。まあ、そんな山本選手に質問ということでね、今回は、4名の方かな、山本先生に質問があるということで、あれ、ちょっともう緊張してるんじゃない？じゃあ早速、じゃあ1人目の、ここからいきましょうか。こちらによろしくお願いします。はい、江戸川エンジェルスでショートとピッチャーやってます。はい、野球を始めたきっかけは何ですか？また、球速を上げる練習方法や取り組み方を教えてください。立派な質問ですよ。素晴らしいですね。はい。まあ、野球始めた、まずきっかけは、はい。大丈夫ですか？ちょっとハプニング起きました。大丈夫ですか？はい。まあ、はい、近所にもすごい野球してる子供がめちゃくちゃ多くて、まあ、実際僕の実家の隣もオリックスバファローズでプレーしてる頓宮選手だったり、はいはいはい。まあ、とにかく公園に集まればみんなで野球するみたいな、そんな地域だったんですね。はいはいはい。だからもう気づいたらもう野球にすごい夢中でしたし。ああ、なるほどね。もう毎日じゃあ周りが野球やってて気づいたらもう野球やってた。そうですね。だからはい。逆にこの球速を上げるっていう今お話ありましたけども、まあ、どんな練習法ありました？そうですね。やっぱ球速上げるっていうのは結構難しい話ですけど、まあ多分こうみんなぐらいの年齢だったら。まあめっちゃトレーニングとかっていうより、はい、やっぱ特にご飯食べるとか、ああなるほどね、やっぱそういうとこがすごい大事だと思うし、まあ学生時代なんてやっぱそういう私生活ですごい差が出ると思うんですよね。多分睡眠時間とかもそうですけど、だからまずはまあこうどんどんこう高校生とか大人になってこうレベルを上げていくと思うんですけど、まあ今の段階は特にやっぱご飯とか、まあ睡眠とか、まあ多分今は嘘やと思うでしょうけどほんまに今思うと、はいはいはい、まあ僕ももっと寝とけば、いやね、なんか今中日の高橋宏斗と練習してるんですけど、はい、彼も中学まではそこまで背高くなかったらしいんですけど、高校の時がコロナ禍で2日に1回学校休みだったみたいなんですよ。はいはいはい。んでめちゃくちゃ寝てたら本当に背がめちゃくちゃ伸びたらしいんですよ。そんなことある？ヒロト？わかんないです。ヒロトなんで、はい、まあ、これが本当かちょっと持ってるかわかんないですけど、はい、でもまあ、ありえそうな話じゃないですか。まあ、確かに就寝時間ね、はい、やっぱこの背が伸びるこのホルモンがね、よく出るとか言われますけど。そうですね。だからあの子そんなこと言ってました、言ってました。だからまあ本当にね、睡眠時間とか、まあ、今でも僕はすごい大切にしてますけど、この成長期のみんなの時は、特になんか大事なんじゃないかなと思います。だってご飯食べて、もうとにかくよく寝ることよ。どう？今日朝ご飯抜いてきたりしてない？大丈夫？夜とかスマホで YouTube とか見てない？そんなことない？じゃあいっぱい寝ようね。ありがとうございます。あ、待ってくださいね。それではこの山本選手からサインボールが、はい、プレゼントあるそうなので、キャッチできる？お、いいよ、キャッチできる？
落としたらやばいよね。いくよ。いや、嬉しい。いやありがとうね。質問ありがとうございます。さあ、もうどんどん行きたいと思います。続いて、2人目の方、お願いします。江戸川エンジェルズでセカンドをしています。小さい頃に憧れていたスポーツ選手はいましたか？出ました。小さい頃に憧れたスポーツ選手。そうですね。でもまあ、誰だろうな。僕が小学校入るぐらいかな。はい。から野球放送地上波が、めちゃくちゃなくなったんですよ。なくなったね。はい。はい。だからなんか、こうプロ野球選手に憧れてるっていうより、はい、なんか近所のその先輩のお兄さんとか、はい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 。なんかそういう身近な人にめちゃくちゃ憧れてた記憶ありますね。なんか全部真似して。なるほどね。はいはいはい、身近な方がこうスポーツやってるのをこう一緒についていったり、なんかそういった環境で。しかも僕も田舎育ちなんで、はいはいはい、なんかそういう、まあプロ野球とか、多分人生でも本当まあ1回2回ぐらいしか見たことないし、すごいこう遠いものだと思ってたんですね、感じてる。はいはいはい。だからこそやっぱ、ね、なんかそういう近所のお兄さんに憧れてましたね。岡山の備前市なんですけど、はいはいはい、まあちょっと兵庫寄りの地図でいう、まあ右下岡山の右下。ああ、なるほどなるほど。じゃあちょっと甲子園行くのにも電車乗り継いでみたいな。そうですね。まあ地域的にはまあジャイアンツファンか阪神ファンか、はいはいはい、まあちょっと広島ファンが自分の周りにはいたんですけど、はいはいはい。まあ、うん、そうですね。まあお兄さん、近所のお兄さんに憧れてたと。そうですね。大丈夫ですか？スポーツ選手ではないんですけども、はい、山本選手は近所のお兄様。憧れたそうだ。大丈夫かな？答えはこれ。いい？はい、ごめんね、ちょっとスポーツ選手がね、もしかしたらいっぱいいたかもしれないけど、出せなかったかもしれない。はい。ね。ご飯食べてる？食べてる。いっぱい寝るんだよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは山本選手から。はい。サインボールのプレゼントです。いくよ。よっ。ナイス。いやー、ナイス。さあ、どんどん行きましょう。続いては、3人目の方お願いします。落としたらやばいよの子じゃん。やばいよの子。江戸川エンジェルズでセンターをしています。小学校の頃からプロを目指していましたか？プロを目指していたのはいつからですか？うん、小学校の時からプロを目指してたのか。やっぱ小学生の時はやっぱ将来の夢はプロ野球選手、はい、これもちろん持ってましたね、うん、でさっき言ったように中学入って、はい、すごいなんていうんだろうな、まあ、自分のこうパワーのなさとか、はい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 、まあ、同級生のこう成長期こうなんていうんですかね、時期が早い遅いあるじゃないですか。ありますねありますね。で、まあ、時期早くこうどんどんでかくなった同級生とかが、にどんどん抜かれたりして、まあ、ちょっとずつこうレベルのなんか高さじゃないですけど、そういうのをまあ感じながら、まあなんていうんだろうな、あんまりこう強く思わなくなってたんですけど、はい、まあ、高校生になってピッチャー始めてどんどん球が速くなって、である日僕の1個前の試合で、投げてたピッチャーを見にプロのスカウトが来てたんですよ、はいはいはい、でその次僕だったんで本当に 2,3 人ぐらい残ってくれて見てくれてたらしくて、うん、まあ、それを後から監督から聞いた時にこれ目指せるならなりたいなっていうようにその時明確に思って、うん、やっぱそこでこう明確な目標ができた時にこう自分の意識がすごい変わって、うん、そこから努力できるようになりましたね。いやその時でもそれ運だもんね。そうですね。ね、はい、その時にもしさ先発怪我とかしてたら見てもらえてなかっただろうし、はい、そうですね、その運を手繰り寄せた。はい。ちなみにこう言える範囲でいいんですけど、その残ってたチームはどちらのチームだったんですか？いやどこなんでしょうね。はい。いやわかんないですけど。まあでもスカウトさんがいるよってことで、はい、もしかしたらプロ目指せるかもしれない。そうですね。しかもそれもまだ1年生の秋の段階だったんで。秋なんだ。ちょうどいい時期。そこから冬の練習に入りますし、はい、うん、まあそういった運がありましたね、僕は。1年生の秋でそれをして、まあ冬越えて、はい、体も大きくして。そうですね。その冬を、なんかあれじゃないですか。どんなモチベーションでいくかが、結構高校生の冬とかは差がすごい出るじゃないですか。3ヶ月、4ヶ月大事な時期になりますね。はい。だから本当運が良かったですね、僕は。なるほど、その時期から。はい。はい。その時期からだそうですよ。大丈夫？はい、本当に大丈夫そう？はい。じゃあ、いっぱい食べてるご飯。はい。いっぱい食べるんだよ。はい、ありがとうございます。それでは山本選手からサインボールです。いきます。はい。いくよ。落としたらやばいよ。いいですね。いや、でもさ、ドラフト
ね、ドラフトの時ってどうでした、その日一日の過ごし方とか。まあなんかあんまりこう信じれないというか、本当に選ばれるのかなっていう、その日までただの高校生で、次の日にもうプロ野球選手になれてるっていう、その一日がすごい不思議でしたね。いかがでした、この名前を。その時はネットで見てたの、それとも。なんか理事長先生の部屋で、テレビで見てましたけど。どんな気持ちでした、この、4巡目で指名されて、いよいよ始まるんだって、その不安が大きかったのか、それとも、こっからやってやるぞっていう楽しみの方が多かったのか。いや、すごいワクワクしましたね、あの瞬間は。なるほどね。で、まあ、こう、なんかすごいやる気出ましたよ、あの瞬間は。いや、でもそういった気持ちになりましたからね。さあ、続いての質問いきましょう。4人目かな、お願いします。江戸川エンジェルズでサードをしています。メジャーに行って驚いたことは何ですか？いい質問だね。俺も聞きたかったの、それ。メジャーに行って驚いたこと。そうですね。やっぱ、すべてのスケールが違うというか、まあもちろんよく言うのは選手のパワーとかありますけど、まあそういった技術のとこじゃないとこで言えば、やっぱ移動の飛行機も全部貸し切りになりますし、やっぱ、なんていうんだろうな、そういった生活面もそうですけど、すごい、なんていうんだろう、すべてのサポートが整ってて、恵まれた環境でとにかくプレー、そういうのも、まあ、ちょっとでも早く移動できて、すぐ休めて、次の試合、いいコンディションでプレーできるっていう、まあ、そのためなんですけど、まあ、そういった、なんていうんだろうな、1試合にかける、あれが全然違うなと思いましたし、なるほどね。やっぱ、移動とかもすごいハードなんですけど、まあ、その中でもやっぱ選手たちはめちゃくちゃ元気で、まあ、その移動の飛行機でも騒いだり。騒いでるんだ。騒いでますね。僕そこめちゃくちゃ睡眠しても、みんなより元気がないというか、まあそれで、また球場に行ったらみんなすごい汗かいて、もうすでに、一流の選手たちがめちゃくちゃ練習してますし、まあ、技術のところで行くと、まあそういった一流の、チームメイトたちが、こんな練習するんだっていう、あんなに実力あるのに、センスとか才能、まあそれももちろんあると思いますけど、これだけ練習するかっていうのは、びっくりしましたね。いや、そこが一番驚いたところなんだ。逆にまあ日本で言ったらそのピッチャー先発調整ってチーム移動ではないじゃないですか。そうですね。前に入ったり、でその自分のペースでできますけど、このメジャーってもう全員が全体移動じゃないですか。そうですね。試合も最後まで見ますし、そこの戸惑いとかありました？最初はやっぱりすごい疲れはありましたけど、まあそれも意外と慣れるもんで、まあなんて言ってもみんながめちゃくちゃ元気なんで、もう自分も行くしかないというか。誰が元気なの？いやもうみんなですよ。みんな元気なんだ。僕が多分一番元気じゃないです。そうなの？だから、なんて言うんだろうな、まあ刺激も超えて、なんかちょっとショック受けるじゃないですけど、なんか自分だけ疲れてる気がするなみたいな。どんなに戦った選手でも、もう聞けヘルナンデスがすごいんじゃない？いや、確かに彼は一番かもしれない。一番元気。まあそういったこの驚いたことということなので、どうでしょうか？大丈夫ですか？大丈夫？じゃあ、それでは山本選手からサインボールもらいましょう。いきます。ありがとうございます。いや、山本選手、子供たちのね、質問もたくさんあったんですけど、なんとまだまだ質問をね、この事前に募集していまして、この私の方からいくつかこの質問させていただきます。まず一つ目。大事な場面で緊張してしまいますと。山本投手は試合前に緊張した時はどうしていますか？もしくは一番緊張した試合は？まあちょっとさっきのお話と重なってしまうかもしれませんけど、いかがでしょうか？まあ試合前はやっぱ僕もすごい緊張しますね。ポストシーズンとか関係なく、レギュラーシーズンも全試合緊張しますし、まあ逆にその状態をまず作るっていう、それぐらいこう1試合にかけるっていうのは一個大事にしてます。で、一番緊張した試合は、一番緊張した試合。まあやっぱポストシーズン、まず2024年、もう一個前のポストシーズンの時の、パドレス戦で2回投げたんですけど、1回目僕3回で5点取られて、その次に、5試合のうち3勝したら勝ちの5戦目までもつれたんです。2勝2敗で。で、そこで先発するときに、まあそのシーズンも3ヶ月ぐらい抜けてたし、で、前回のそのパドレス戦初戦かなで5点取られて負けてるし、もう次やったらやばいぞっていう。うわー、そういう気持ちにもなるんですね。その試合がやっぱ一番、まあ緊張したというか、
なんかこう、怖さもあるというか、初めてそのマウンドに行くっていうのが、すごい怖く感じましたね、その試合は。その時はアドレナリンとかは出てないんですか？出てますけど、はい。なんかやっぱ不安というか、ネガティブな気持ち、もし、打たれたらどうなんだろうっていう、どうなるだろうなっていう、はいはいはい。その時はかなりこう、そういう気持ちになりましたけど、やっぱそれだけな気持ちになった分、やっぱ準備もそれだけやりますし、やっぱ1試合にかけるっていうの、気持ちがやっぱ大きければ大きいほど、緊張にはなるけど、それがやっぱパフォーマンスにつながるなっていうのは思いましたね。いや、そういったそのいろんなこの選択がある中で、やっぱその、なんていうの、その5戦目ももちろん見てましたけども、なんかすべて勝ち進んでますよね。ちゃんと結果を残してるというか。そんなこともないですよ。いや、だってもう、山本選手の失敗っていうのがなんか失敗じゃない気がする。もうすべてこう前に進んでるような。本当ですか。はい。もうただ一ファンとしてはもうすごい嬉しいです。ありがとうございます。はい。大好き。ありがとうございます。はい。その中でまた二つ目の質問いきます。こう何か成功するためのジンクスはありますか？勝利とかですかね、もしかしたら。ジンクス。ジンクスっていうのは、例えばルーティンなのかな、今日朝起きた時に靴を右足から履いたりとか。なるほど。なんかそういうのあります？いやー、どうだろうな、あります？なんか。いやー、僕、あったとしてもね、言っても皆さん、あっそってなると思うんですけど、結構気にするタイプで、僕右足から靴履いたりとか。やるんですか、そういうの。打った時の手袋はずっと使ったりとか。はい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 。で、練習用具もいいやつはそのままずっと使い続けるとか。はいはいはい。一回それ中田さんに折られちゃったんですけど、ストレッチポールみたいなのが折られちゃって悔しい思いはしてるんですけど、そういうのありますね、ジンクス的な。なるほど。僕真逆タイプですね。気にしない。そういう、多いじゃないですか、チームメイト。中にはいるじゃないですか。はいはいはい。もう真逆タイプですね。もう全然気にしない。どっちかというと邪魔するタイプかもしれないです。邪魔するタイプなんだ。かもしれないですね。逆に関係ないだろうって思ってるタイプですね。はい。ピッチャーとかでさ、自分の世界を作りたい、試合前とか。このゾーンに入りたいとか、そういうのではないんですか？いやー、結構いつも通りタイプかもしれないですね。うわー、素敵ですね、本当に。それはね、ワールドシリーズの3戦目、コーヒー飲んでお寿司食べて、そのままマウンド上がりますからね。そうですね。本当に。いつもはしてないですけどね。いつもはね。たまにね。たまには、そういうハプニングもありますけどね。はい。その中、まだ、いい質問来てますよ。はい。地元の岡山の名産品や郷土料理などで、特に好きなものは何でしょうか？ロスに来て一番美味しいと思った食べ物は何ですか？はい。まず岡山。まず岡山の。僕、岡山県備前市出身なんですけど、やっぱ、多分皆さんももしかしたら知ってるかわかんないですけど、備前焼きっていう焼き物があるんですよね。で、僕の、例えば友達のお父さんとかも備前焼き作家さんだったり、そんぐらいこう身近にあるんで、だからオフシーズンもよく作らせてもらったり、なんかこう、すごい集中できて、しかも作品になるんで、それでいつもご飯食べてますし。自分で作るの？自分で作ったお茶碗でいつもご飯食べてますね。どんな感じ？なんか見てみたいんですけど、どんな感じなんですか？やっぱ結構レベルは高い。綺麗な。多分僕のインスタグラムに載せてるような気がするんですけど、結構いい感じですよ。ちょっとチェックしますね。じゃあ今回も帰ってました、岡山。今回も帰りました。山登ってましたもんね。山登りましたね。もうじゃあ備前焼きも。備前焼き今回はなんかそういうお皿とかじゃないですけど、また違うのちょっと記念品っぽいの作って、去年はそれこそ大谷さんにお皿作りましたしありましたね、ありましたね。決して暇なわけではないですけど、集中できるからね。そうですね。自分の心も整えながら、なんかプレゼントするとすごい気持ちもいいですし。ちなみにロスは意外と食べ物充実してて、アメリカなんですけど、すごい日本食もたくさんあるし、好きなお寿司屋さんも2つか3つありますけど、普通に日本にあっても絶対行きたくなるようなお寿司屋さんですし、さっき言ったように球場にたまにお寿司屋さんというか和食屋さんとか来る、ホームゲームの金曜日に寿司フライデーっていう、プチイベントがあるんで、シーズン中の小さな楽しみで言うと、そのホームゲームの金曜日、寿司フライデーっていうのがあって、当番日重なると食べれないんですけど、だから火曜日とか、水曜日、木曜日ぐらいに投げた後の、
ホームゲーム金曜日気持ちよくご飯食べれる、ね、はい、あと僕がベンチにいたら多分結構機嫌いいと思いますね。それドジャースの中でもさ、じゃやっぱみんなお寿司は好きなんですか、チームメイトは。まあ今、日本人の選手もスタッフも多いからやっていただいてるのかわかんないですけど、まあでもみんなもすごいこう、すごい楽しんで食べてますし。寿司フライデーなんだ。はい。かっこいい。日本食、他の日本の料理もいっぱいありますけど。でもさ、この遠征が続いていく中で、ちょっと和食恋しいなとかそういう時あります？そうですね。やっぱ日本食がもうないとこもありますし、なんかこう、やっぱ遠征続いた後に、ロス戻ったりしたらやっぱご飯いいなって思いますね。今こっち帰ってきてどうですか？日本帰ってきたらもう最高ですよ。最高、はい、最高。はい、やっぱこう美味しい食べ物を食べて、はい。はい。まあでも、そんな中、この山本選手がね、この、違うな。いいな、ごめんなさい、失礼しました。今、アメリカの話でもありました、今年も、去年か、MVP も取った中で、この山本選手が、この挑戦を続ける理由、これも、どういったところになるんですか？そうですね、やっぱ、まず、高校生の時から振り返ると、まずプロ野球選手になりたいっていう目標があって、で、プロ野球選手になることができて、じゃあ一軍でやっぱ投げたいっていう目標が出てきて、それをやっていく中で、もう一個上、メジャーリーグがあるんだなって。じゃあそこが一番の、野球の中で一番ならそこに行きたいっていう気持ちになって、で、25歳でその目標が達成できて、ドジャースの1位になれて、そしたら次やっぱそこで一番になりたいっていう、やっぱどんどん、上には上がいるってよく言いますけど、もうその通りで、一個ずつ目標をクリアしていったら、また次が見えて、もっとこうなりたい、もっとこうなりたいっていうのを、やっぱすごい強く思って、じゃあそのために何するべきなのかっていう、ちっちゃい目標がいっぱいあって、もうそれの連続で、気づいたらここまで来れてたっていう、ワールドシリーズ7戦も投げれましたけど、昔の、じゃあ18歳の自分から想像したら、この姿なんて見えなかっただろうけど、それになりたい目標が何個もあって、で、それを一個ずつクリアしていったら、気づいたらここまで来てたっていう、そういう感じでしたね。なるほどね。じゃあもう最初に野球選手になりたいっていうところから始まって、一つ一つの目標を積み重ねていって、今ここに来てるという。そうですね。はい。これ次の目標ってどうなってくるんですか？いやー、やっぱ、いろいろ賞はありますけど、とにかく一番っていうのを、世界一のピッチャーっていうのはずっと目指してやってますし、まだ、ほど遠いですけど、一つずつクリアして、全員が認めるものになりたいですね。もう2026年シーズン始まってきますけども、やっぱ改めてこの2026年シーズンはどんな年にしたいですか？去年もやっぱり一昨年もすごいいい経験させてもらいましたし、去年なんて個人的にもすごく手応えのある年だったので、またそれをなんていうんだろうな、もうそれで経験できて、すごい成長できてる自分があると思うので、それを力にしてですね、また今まで大事にしてきたこと、練習するだったり、そういった変わらないところを大切に持って、また一つ階段を登って、今年もさらにいいシーズンにしたいですね。いや、でも見たいですよ、この山本由伸投手が、それこそね、世界のいろんな形を投げ倒していって、サイ・ヤング賞だったりね、MVP だったり、もうそういったね、賞を取っていくのを私たちは願ってますので、でも、ここにね、学生さんもいますけども、本日はね、この配信もされてるということで、この次世代の若者たちに最後、メッセージをいただきたいんですよ。カメラがどちらになりますでしょうか？こっちかな？合ってますか？合ってます。はい。あちらのカメラに、山本投手、次世代の、どっち？こっちでした。ごめんなさい。失礼しました。あちらのカメラに山本投手から、次世代の若者にメッセージ、熱いメッセージをお願いできますでしょうか？はい。将来の夢が、大きい夢がある人も、まだ見つかってない人もいると思いますけど、僕もまだ今、27歳で、これから、まだまだ僕もこれからだというのを心から思ってますし、一歩ずつね、進むことが、大きな成長に最終はつながっていくと思うので、お互い、頑張りましょう。ですか。はい、ありがとうございます。配信をご覧になっている皆様、改めて、本日のスペシャルゲスト、山本由伸投手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。
あちらに。はい。どうですか？これ？こっちですね。それでは皆さん、さようなら。